こうやって潰すことによって、ソース感が出ます。このとろーっとしたドレッシングのようなソースと、あとはぐるぐると混ぜる。はい、こんにちは、シェフのホビューです。今日はミニトマトのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ミニトマト、バジル、ニンニク、モッツァレラチーズ、タバスコ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はトマトパスタシリーズということで、夏の新作のミニトマトを使ったパスタを作っていきます。で、今日作るこのパスタは南イタリアのプーリア州の郷土パスタと言われていて、クルダイオーラと言います。で、クルダイオーラっていうのは、非加熱の、簡単に言ったらトマトソースです。本当に材料はシンプルなんですが、簡単で激うまなパスタになっているので、これから早速作っていきます。はい、それではまずはミニトマトを半割りにしていきます。で、半割りにしたミニトマトにすでに下味を入れていきたいので、今日はもうこのままフライパンに入れちゃいます。で、今僕これフライパンに入れてますけど、これはボウルに入れていただいてももちろん大丈夫です。で、トマトの断面を上にしてもらって、でここにトマトに対してだいたい 1% の塩なんですけれど、断面にまんべんなく塩が行き渡るぐらいの量です。あとはこれはお好みなんですけど、ちょっとパスタに気持ち甘みが欲しい場合は、塩の半分ぐらいの砂糖で、今もうミニトマトの甘みとうまみがあるので、あとは何が必要かっていうと香りです。で、今日はニンニクは非加熱なんで、ちょっと柔らかいニンニクのパンチを加えたいので、そういう場合は潰すだけで、ちょっとパンチが欲しい方はすりおろしてちょっと入れるようにしてみてください。じゃあ、あとは夏なのでやっぱりバジル、これを葉の部分はちぎって、でこの茎の部分も香り付けとして入れていきたいので、フライパンの方に入れといて、あと葉は最後に仕上げに香り付けで使っていきたいので、こうやって適当にちぎっておきます。こんな感じです。で、今日はこのクルダイオーラというパスタの特徴は、中にモッツァレラチーズ入ってます。で、このモッツァレラチーズはスーパーで買ってきたもので、少しちっちゃいものはボッコンチーニと言います。これちっちゃいモッツァレラチーズです。で、モッツァレラチーズを使うときに、プロが必ずやることっていうのは、モッツァレラチーズが一番美味しく感じられるのが常温の状態。温度が上がっているとモッツァレラチーズの甘みとかミルキーさがよく出るので、常温に1時間ぐらい戻して水分を切っておくことが大切です。で、これ1時間ほど水分を切ったんですけど、これが切れるだけでしっかりとしたこのミルキーさが出るので、できるだけこのざるで水分を切っておくのがおすすめの使い方です。で、このモッツァレラチーズは最後に仕上げで使っていきます。はい、それでは今10分ほど塩と砂糖でマリネしたところなんですけど、明らかにトマトから水分がしっかり出てきてます。で、非加熱なのにトマトがもう火入ってるんじゃないかっていう見た目になってくるんですね。そしたら今日はこのミニトマトのプチプチ感も楽しんでいきたいんですが、ここから非加熱ですがソースを作っていきたいので、このミニトマトを軽く潰します。フォークとかが一番分かりやすいと思います。これでミニトマトを少し潰します。そうするとミニトマトから水分と種が出てくるので、爆発しましたねこうやって潰すことによって塩とこの砂糖でマリネしてるので、ここからもまた今水分出ますし、潰すことによってよりトマトの水分が出て、これだけでソース感が出ます。こんな感じです。で、今ミニトマトで潰した状態で見てください。この水分量です。で、非加熱のソースはここからが大切です。この出た水分に対して同量のオリーブオイルです。で、これを混ぜることによって、要はドレッシング状態が作れるので、これでトマト全体とこの水分とオリーブオイルを混ぜていくと、見てください。このとろーっとしたドレッシングのようなソース。これで茹で上げたパスタを熱々のものを入れると、もう完全にとろみがついた通常加熱しているようなトマトパスタになるので、この
液体の同量のオリーブオイルを入れるのがポイントです。はい、それではパスタ茹でていきます。で、今日茹でていくパスタはフレッシュトマトととっても相性のいいですね、ブロンズダイスのザラザラのスパゲッティを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。で、あと今日はもう茹で上げたパスタを入れるだけなので本当に簡単なんですけれど、これがイタリア料理の真髄が詰まってて本当に美味しいです。で、ここでですね、一旦作ったソースを味見して、味大丈夫かなって確認します。で、トマトの甘みとしっかりうまみと塩味バランスがいいです。で、このままもちろんパスタを加えてもとても美味しいパスタ料理ではあるんですけれど、ここからがシェフの技です。今日はですね、タバスコ使っていきます。で、このタバスコっていうのは、結構星付きレストランとか単価の高いレストランでシェフが結構フレッシュトマトに隠し味としてタバスコを使っていくんですけれど、そもそもこのタバスコっていうのは塩とお酢と唐辛子で作ってあるので、要は辛みと酸味を同時に入れることができるんですね。で、それを入れることによってちょっと重たいうまみと甘みのところにちょっとした酸が入るだけですね、ぐっと味が締まるので、このタバスコを2滴ぐらい加えるのがものすごいおすすめです。で、あとこのモッツァレラチーズはクルダイオーラっていうパスタには絶対入るんですけれど、今日の、このトマトとバジルとニンニクだけで本当に美味しいので、プラス入れたい方はモッツァレラもちろん入れたらそこにミルキーな甘みが加わるんで美味しいですけれど、なくてももちろん美味しいです。はい、それでは麺が型に流していきます。で、最後にこの熱々のパスタを加えます。で、あとはぐるぐると混ぜる。で、最後にバジルの葉っぱ、そしてモッツァレラチーズで、最終的に混ぜる。そうすると見てください、こうしっかりと麺にソースが絡んでモッツァレラチーズの温度も上がって甘みが上がった状態が作れたので、これで盛り付けていきます。グラッサトゥーラ。はい、これでクルダイオーラの完成です。はい、それではいただきます。クルダイオーラですね。間違いなく最高に美味しいです。で、このクルダイオーラっていう料理は最初にもお話したんですけど、南イタリアのプーリア州の首都のバリでよく食べられるイタリアの郷土料理で、これをスパゲッティを抜くと要は、ナポリのカプレーゼっていう料理です。で、パスタが入るとクルダイオーラっていう風になります。で、このクルダイオーラは現地では、もう 99% ショートパスタで食べます。で、ショートパスタはプーリア州なのでオレキエッテという、耳たぶのようなショートパスタを使ったりとか、トロフィエっていうちょっとねじったやつだったりとか、定番だとペンネとかフジリとかそういうものを合わせることがとても多いので、今日はちょっとロングパスタやりましたけど、ショートでやるとまた違った美味しさがあります。で、このクルダイオーラのベースはですね、基本的に夏とかイタリア人みんな夏海に行くんですけど、その時にお弁当というか、海のご飯としてこのショートパスタクルダイオーラを作って持っていくっていうパターンがすごく多いので、イタリアでもですね、とってもポピュラーで人気のあるパスタ料理の一つになってます。で、 YouTube では基本的にこういうイタリア料理の基礎とか、ロングパスタを使った料理とか肉料理っていう配信をやっているんですけれど、僕は公式アプリの方もやっていて、そっちの方ではイタリアの郷土的な料理に特化した内容を配信していてですね、パスタと肉料理以外にもたくさん魚料理があったりとか、前菜野菜料理もありますし、ちょっとショートパスタとかラビオリとかですね、イタリアの料理っていうのは本当にディープな世界なので、そっちのアプリの方ではまた
違った動画の配信もやっているので、よかったら遊びに来てみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタ料理なんですけど、とにかく簡単でものすごい美味しいパスタ料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。